キャベツサラダを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、キャベツサラダを作っていきたいと思います。こちら和えるだけなのですごく簡単に作ることができます。今回のキャベツサラダはキャベツを一度加熱して作っていくんですけれども、シャキシャキ食感がアップして、さらに味の馴染みも良くなってとても美味しいサラダに仕上がります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。キャベツ、ツナ缶、卵、マヨネーズ、すりごま、鶏ガラスープの素、白だし、お砂糖、黒胡椒、ごま油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずキャベツなんですが、こちら今の状態で約 450g になります。こちらは目安にしてみてください。そして使用するツナ缶ですね。今回はね、オイル不使用のツナ缶を使っていきます。こちらに関しましては、オイル漬けのツナ缶でもお好みのものを使用してください。そして味付けに使う鶏ガラスープの素ですね。こちらはですね、お好みで顆粒のコンソメでも OK です。そして黒胡椒に関しましては、こちらは味のアクセントで入れていくので、もしお子様が召し上がる場合は抜いて作ってみてください。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずはじめにですね、キャベツから切っていきます。キャベツはね、少し太めの千切りにしていきます。切る時なんですけれども、繊維を断ち切るように切ってみてください。そうすることで味がね、馴染みやすくなります。まずはじめにですね、ちょっと切りにくいので半分に切ります。そして芯を切り落としてください。あとはね、こう何枚か取っていただいて、そしてくるっと丸めて、このまま繊維を断ち切るように切っていきます。だいたい 5mm 前後ぐらいに切っていきます。はい、このように切ってください。切ったキャベツはですね、一度水洗いしますので、ざるに入れておいてください。たまにね、こういった太い芯の部分があったりするので、そういう時はこの部分だけを切り落として、そして太い芯の部分だけは薄切りにしてみてください。そうするとね、しっかり馴染んで、この芯の部分も美味しく召し上がっていただけると思います。こちらは気になる時だけやってみてください。それでは残りも同じように繊維を断ち切るように切っていきます。ではね、もう一個も同じように芯を切り落として、そして適当に剥がしてくるっと丸めて切っていきます。はい、キャベツはこのように切ってください。そしたら一度ね、こちらのキャベツを水洗いします。はい。で、このように水で洗ったら一度ボウルに開けてください。そしてここにふんわりラップをかけて、そして空気の出入り口をね、1箇所作っておいてください。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で4分加熱します。加熱して一度キャベツを柔らかくしていきたいと思います。はい、4分加熱しました。ラップを外します。器が熱くなってるのでやけどしないように注意してください。そして4分加熱するとね、このようにしんなりしてきます。このくらいになってれば OK です。もし加熱が足りない時はね、プラス30秒ずつ加熱してみてください。そしたらですね、一度こちらざるにあけて水切りします。このようにざるにあけたら全体を広げて、はい、そしてこのまま粗熱を取って冷ましてください。この後ね、マヨネーズとかと混ぜるんですけれども、このキャベツが温かい状態だとマヨネーズが分離する時がありますので、こちら必ず冷まして使うようにしてください。それでは続いて卵部分を作っていきます。こちらの卵はレンチンで軽く加熱していきます。耐熱の器に卵を割り入れてください。そしてこちらを軽く溶きほぐします。全部混ぜ切らずに、このようにね、黄身をほぐすイメージですね。このぐらいで OK です。そしたらここにふんわりラップをして、表面にね、数箇所ようじで穴を開けます。そしてこちらを電子レンジ 600W で40秒加熱します。はい、40秒加熱しました。そしたらラップを外してください。今ね、このような状態でちょっと半熟の感じに固まってます。そしたらこちらの卵をほぐしてください。こちらの
卵はね完全に固まる前に取り出してください。はい、こんな感じです。あとはこのように適当にほぐしてください。卵の準備はこれで OK です。続いてツナ缶ですね。こちらはねしっかり水切りします。オイル漬けの場合はしっかりねオイル切りしてください。こうやってね蓋を使ってやるときは手を怪我しないようにだけ注意してください。ツナの準備はこれで OK です。ではねキャベツもしっかり冷めたので、こちら一度ねきちんと水気を絞っていきます。こちらをねぎゅーっとしてしっかりね水分を絞ってください。これでね絞り足りないと水っぽい仕上がりになるので、きちんとねこのように水分を絞ります。そしたらこちらを別のボウルに入れましょう。それでは残りも同じようにしっかり水分を絞っていきます。はい、このようにきちんと絞ってください。それでは最後仕上げていきます。まずこの中に卵を入れます。こちらの卵もねきちんと粗熱を取って冷ましてから入れてください。続いてこちらツナ缶です。そしたら調味料などを入れていきます。まずマヨネーズですね。続いてすりごま、そしてお砂糖を入れるとねコクが加わってすごく美味しくなります。続いて鶏ガラスープの素、そして白だしに関しましてはメーカーさんによってね味の濃さがかなり変わってくると思いますので、こちらの量は調整してください。ちなみに今回私が使ってるのが山佐さんの白だしです。続いて黒胡椒、そしてごま油です。全部入れたらこちらをしっかり和えていきます。お砂糖も溶けてきちんと混ざれば OK です。このようにね美味しそうに仕上がってます。それでは盛り付けたいと思います。はい、これでキャベツサラダの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにしっかり味も馴染んで美味しそうに仕上がってます。最後上にですねトッピングで黒胡椒をかけてます。こちらはお好みでやってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。キャベツがシャッキシャキですごく美味しいです。そしてこの味のバランスが最高です。またこの黒胡椒がすごくアクセントになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のキャベツサラダのポイントです。まずキャベツなんですが、こちらは繊維を断ち切るように切ってください。そうすることで味が馴染みやすくなります。大きい芯の部分に関しましては薄くスライスしてみてください。そうすることで違和感なく美味しく召し上がっていただけると思います。こちらは気になる場合だけやってみてください。そして今回はですねキャベツを一度加熱しました。そうすることで味がすごく馴染みやすくなって、かつシャキシャキ食感も楽しむことができます。こちらはですね加熱し終わった後はしっかり粗熱を取って冷ましてからきちんと水分を絞ってください。ここでね水分の絞りが甘いと味がぼやけてしまいますので注意していただけたらと思います。そして今回ですねキャベツの他にツナとあとは卵を加えてます。ツナに関しましては今回私はねノンオイルのツナを使ってます。こちらはねオイル漬けを使っていただいても OK です。水煮の場合もオイル漬けの場合もきちんとね水分または油を絞って使うようにしてください。そして卵に関しましては耐熱の器に割って黄身の部分を軽く溶きほぐして、そしてレンジで半熟になるぐらいまで加熱してください。こちらはですね卵の温度だったりあとは電子レンジの種類で加熱具合が変わると思いますので、今回私はね40秒加熱してるんですが、だいたい30秒から40秒ぐらいを目安に加熱してみてください。そしてあとはですねもう和えるだけなのですごく簡単です。ただ和える時に関しましてはきちんとねキャベツを冷ましてからと、あとは卵も同様にきちんと冷ましてから合わせるようにしてください。熱々の状態でマヨネーズなどと合わせてしまうとマヨネーズが分離してしまう時があります。なので必ず冷ましてから行うようにしてください。あとですね今回黒胡椒も加えてます。この黒胡椒を加えていただくとすごくアクセントになるのでぜひ入れてみてください。ただねお子様が召し上がる場合や辛いのがちょっと苦手だなという場合はこの黒胡椒は抜いて作っていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はキャベツサラダを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。